You speak good English. You Thank you. study where? In Canada when I was I 20 see. years old. Wow. Okay, I'll go there. Yeah. Thank you. Have a nice You evening. too. 한국어 잘하시네요. 감사합니다. 공부하고 계세요? 공부하고 있어요.自分で 하이. 自分でってないススロはい。ススロ배우고 있어요. 어떻게? 일본어를 말할 수 있어요? 뭐예요? 리우. 집. PA. 뭐예요? 다이스. こんにちは。おばさんバックパッカーの愛色70です。前回は私が5カ国語をどのように勉強しているかということをお伝えしたんですけれども、今回は前回すごく気に入ってると言っているネイバー辞書のアプリ、どのように勉強するか、また過去どのようにしていたかというのをお伝えしようと思います。でまず、Google プレイか Apple のストアでこの、アプリダウンロードしてください。そしたらここで開くで、どっちでもいいけど、英語にしようか。英語 OK。で、おすすめ、これにしとこうか。で、選択。学習とか選ぶんかな。ほな、ここにこの今日の韓国語会話っていうのがあるから、これをちょっとタッチする。こういうふうに一番気に入ってるのは12345ほら6会話ぐらいでこう今日のレッスンっていう風にまとめてくれてるのがすごい私は好きで最初やったら写してで翻訳してっていう作業をしました。でこれが多分今日のやつなんで、でもこういうふうに前のやつも見れる。ここで、昨日のレッスンやったらここを押したら昨日のレッスンが出てくるし、で、元に戻ると、today か。これやね。だから次ここにクイズっていうのがあるからクイズって押したら、チャレンジ。Happen to what the weather forecast in the morning? って言って、これやったら모닝 혹시 아침에 일기예보 봤어? 였다 또 뭐. 혹시 아침에 일기예보 봤어? No, I didn't. Why? 아니, 못 봤는데 왜잖아요. 아니, 못 봤는데. 왜? Washed my car this morning, but it looks like it's going to rain soon. 오늘 세차했는데 아침에잖아요. 아침에 누구였더라? 아침에 나 오늘 아침에 세차했는데 비가 올 것 같아. Yes, there are clouds. 정말 하늘이違うな. 크림何やろ? 하늘에 じゃないな. これじゃないで. これどうやって消すのよ. 消せへん? どうやって消すのこれ? 정말 하늘에 구름이 잔뜩 끼었네. 곧 소나기가 오겠다. 내가 세차한 다음에는 꼭 비가 와. 내가 세차한 다음에는 꼭 비가 올 것 같아. 내가 세차한 다음에는 꼭 비가 와. 비가 와. 그러잖아요. 내가 세차한 다음에는 꼭 비가 와. せが違うかね。
Please make sure to check the weather before you wash your car next time. わからん。ちょっとこれわからん。 다음부터 세차하기 전에는 꼭 날씨를 알아봐. 포기하지 마세요. 諦めないでって言ってあって、次これが終わったらリスニング。 혹시 아침에 일기예보 봤어? 혹시 혹시 아침에 일기예보 예보도 예보違うな。だっけ일기 예보ルル봤어? 혹시 아침에 일기예보 봤어? 루루가いらんな。봤어? 혹시 아침에 일기예보 봤어? でこれ次。 아니, 못 봤는데. 왜? 아니 못 봤는데 못 봤는데 왜? 아니, 못 봤는데. 왜? 아니, 못 봤는데. 왜? まあやったとします。次スピーキングがある。 혹시 아침에 일기예보 봤어? これが韓国語で、英語単語帳のとこに今日の英会話っていうのがあるから、これを押すとほら英語バージョンが出てくる。でこれで一緒のように1234567 ぐらいまでのこの短いセンテンスがすごいよくって、これも同じようにクイズがあって、こんな感じかな。で私がやってんのはとりあえずここはリーディングとスピーキング、ここの学習帳っていうところに行ったら出るんや。で中国語も同じで、ここで中国語会話、そしたらこういう風に出てくる中国語が。针对早鸟族的特价早鸟票出来了。すごい難しいね。で難しい時はもうなんかちょっと優しそうなに変える。頑張ってみようか。天哪，怎么这么贵？简直是天价啊！難しいな。でもこれでこう大体の意味を考える。天哪，怎么这么贵？高い。简直是天价。高いんちゃうのって言ってるんちゃうかなって思う。でこういう時はここの次の訳を見て、세상에 왜 이렇게 비싸죠? 정말だからやっぱそうやな、가격 아니요。高いやんっていうのを言ってやるっていうのをもう大体そういう意味やなっていうぐらいで流してるんやけど今は。ではネイバー辞書の、ダウンロードだとか操作の仕方っていうのを説明したんですけど、次はそれを使って私がどのように学習をしてきたかっていうことをお見せします。でここにドンと持ってきたんですけど、これが過去ネイバー辞書を使って勉強したノートとかファイルです。こういうふうにノートがたくさんあるんですけど、最初はねもうどうやって勉強したらいいか分かんなかったから、もうなんか見たままのこの単語とかをどういう意味かなっていうのを調べたりとかしてるんですね。で日付書いてるんですけど、2020年の6月10日ですね。でこっからこれが第1回です。そのネイバーの第1回선생님 눈이 아파서 왔는데요っていうレクチャーがレッスンがあるんですけど、で次の人が눈이 어떻게 아파세요 어디 좀 볼게요っていう感じで12345ですね、文が毎日出てくるから、それを写して、訳す書いてますよね。でちょっと動詞をこの緑でやってたんかな。で
ここに次は覚えるためにこの練習したりとかして、で次の日もこういう風に11日なんで、こうですね、こんな感じでどうしたのって感じでこうやってるんですよ。でやっていくうちにこのやり方っていうのをこうした方がいいんかなっていうのをこう見つけていくんですけど、動詞は緑で表して、なんか他はオレンジとか、あとこれちょっと今もう思い出せないんですけど、かなり時間かけてましたね。ノートに写して訳して、この一連の作業とこのクイズとリスニングを覚えるのにだいたい2時間かけてやってましたね。でこれをずっと進めていくと、こうしたらいいんかなみたいな感じで、この人の顔とかしてこのカンバセーションをこう分かりやすくするようにとか、だからこれ本当やろうと思ったら、多分2年かかったと思うんですよ。毎日来るんで。でも毎日来る文章がこう短いから、私これやり遂げられたと思うんです、飽きずに。でこんな感じで1冊やし、ね、これ多分2冊目20年の11月とかなってて、で次このノートにしたんかな。でこんな感じでこうトータルでこの、番号をつけてるんですけど、もう最後が785とかここまで来てますね。3年後ですね。これちょっと中国語に手出した時やなだから韓国語もこれで終わったと思う。韓国語はここやね、多分この辺りが最後やと思うんですよ。でこうずっと続けて、で中国語もこれやってましたね。これウォズオティエンとかこうピンインを書いたりとかして、韓国語が分かってきて中国語にこう時間かけようかな思って、多分中国語に手出したと思うんです。でこれ多分1日1枚仕上げるみたいな感じで、中国語やった裏に多分これ英語してたんかな、英語もしてますね。という感じで、ネイバー辞書っていうのは本当に私、韓国語、中国語、英語は本当にお世話になってるんです。で本当にそのやりやすいところが気に入ってるし、で今どういう風にしてるかなんですけど、今はほんまにそんなに時間かけてないんです。今日もうすでにスペイン語とフランス語のデュオリンゴ終えたし、それが終わったらまず私韓国語に進むんかな。韓国語やし、これでもう今はこの今日のメイ15は、リスニングに進むんです。で지금 놀이터에 나가. 오늘 햇빛이 강하니까 모자 쓰고 나가. 햇빛이 강 지금 놀이터에 나가. 오늘 햇빛이 강하니까 모자 쓰고 나가. 햇빛이 강하니까 지금 놀이터에 나가. 오늘 햇빛이 강하니까 모자 쓰고 나가. 모자 쓰고 나가. 지금 놀이터에 나가. 오늘 햇빛이 강하니까 모자 쓰고 나가. 지금 놀이터에 나가. 오늘 햇빛이 강하니까 모자 쓰고 나가. 지금 놀이터에 나가. 오늘 햇빛이가. 선크림은 발랐어? 발랐어? 거잖아요. 포기하지 마세요. そう全然良くなかった頑張ったけど、ほんでももうこれで流す、もうやったっていうことで今はでここで次スピーキングに行きます。でこうやってスタートしたらちょっとメガネを私近くは見えるんやけど、ここの録音をして
지금 놀이터에 나가? 오늘 햇빛이 가나니까 모자 쓰고 나가? 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 これは自分のもう感覚です。言えてるなと思ったらもう行く。次に。ねえ、엄마、모자 쓰고 나갈게요. 네, 엄마. 모자 쓰고 나갈게요. 나갈게요. 네, 엄마, 모자 쓰고 나갈게요. 네, 엄마. 모자 쓰고 나갈게요. という感じで進めます。そしたら次は私もこれやったし、もう今日の韓国語終わった。で、次は、終わったし、この星をしたら、次、中国語やろうっていう感じで、ここですね、ちょっと難しそうやけど、ちょっとこれやってみます。で、中国語はもう発音するだけ。叔叔、这些本子还有其他颜色吗？叔叔，这些本子还有其他颜色吗？こんな文章なんやけど、もうここで、だいたいこういうことを言うてはんのかなっていうのを、思う。多分、これ私が思うには、おじさん、この本、他の色あるっていう意味やと思うねんけど、で、多分、モドって押したら韓国語が出る。아저씨, 이 노트 다른 색깔도 있나요? やし、同じやなっていうのわかります。次、発音に行く。発音行くとき、これって押したら、こういう風に出るし、まず聞く。叔叔，这些本子还有其他颜色吗？叔叔，还有本子还有其他颜色吗？見てったら、ここが言えてない。这些不言。もう一回聞こう。叔叔叔，这些本子还有其他颜色吗？叔叔，这些本子还有其他颜色吗？さっきの、ベン図はちょっと頑張ったけど、次、これ言えてないよって言うんやけど、もうこれでいいっていう風にもう流します。で、次、これ。有红黄绿蓝，你要哪种？ほんで、もう、これで今日の、中国語は終了。そしたら次、英語に行きます。英語やったら、ここの A っていうのを押したら、こんな感じで今日の、来てるから。で、英語はちょっと違うんやけど、文法が苦手なんで、ディクテーションします。で、ディクテーションで、これ使ってます。100均とかにも売ってると思うんやけど、こうやって、書いたら、ここ押したらこう、消えるやつ。前はノートとか使ってました。こういう、子供が学校で使ったノート、いっぱい家にあるし、こうほら、勉強してるやつ。こういうのはもう、こんな時可愛かったなとか、こう思い出しながら。これは、一時、ラジオ英会話もディクテーションをしてた時があったんで、ニュースのディクテーションしてたんで、これやろう思ったらもう1時間ちょいかかってましたね。だからでももう今はそんだけちょっと時間取れへんし、ネイバー辞書の方でディクテーションをします。自分ずつ。I'd like to find a cheap yet nice downtown apartment. I'd like to find a cheap yet nice downtown apartment. チープかな。I'd like to find a cheap yet nice downtown apartment. nice. I'd like to find a cheap yet nice downtown apartment. なんだってるよ。That's easier said than done. That's That's
That's easier said than done. said. saidな。That's easier. That's easier said than done. said and done. 言うのは簡単だけどするの難しいよいうことかな。深く追求しない。だいたい意味合ってるなみたいな感じで流します。I know, but do you have any tips? I know, but do you have... で、これで今こんな汚い字やけど終わったんで、また発音いきます。ここのスピーキングっていうとこだら、英語はこれ最後に点数が出るようになってるからちょっと始めると。I'd like to find a cheap yet nice downtown apartment. I'd like to find a cheap yet nice downtown apartment. すごい低い点数。なんでやろ。言えてんのかな。I'd like to find a cheap yet nice downtown apartment. 言えてるやんな。ちょっとマイクが遠かったしかな。考えるけど。I'd like to find a cheap yet nice downtown apartment. I'd like to find a cheap yet nice downtown apartment. これでもあんま全然良くない。これが言えてないっていうことを言わはるから、もう一回頑張る。I'd like to find a cheap yet nice downtown apartment. そしたらこうやってこのちょっとでここにいたらもう OK。Well, I'm happy to help. Well, I'm happy to help. そう。で、今まで終わって、最後のやつまで。で、行くと、こういうふうに点数。だから私はアドバンスになったらまあ OK みたいな感じでやってます。だから2020年から続けてるから、もう6年目に入るんですけど、もうすごく気に入っていて、今回この動画を作れたことをとても嬉しく思います。じゃあ、一緒に語学の実験ですね。こうやって毎日勉強してたらどれだけ最後にはその言葉を知ることができるか、それでいいと思います。では最後に私がネバー辞書を愛する理由5個です。1、短い会話文なので学習しやすい。2、毎日違う会話を届けてくれる。韓国語と英語は月曜から土曜日、毎回違うレッスンが来ます。日曜日は復習です。中国語は毎日違う365日違う会話が届きます。3番、発音の練習ができる。4番、英語、中国語を学びながら韓国語も同時に学べる。5番、なんといっても無料です。最後まで動画を見てくださってありがとうございました。この動画が良かったなと思ったらいいねやハイプ押してください。チャンネル登録、コメントどんどんお待ちしてます。